味わかんないんだけど。電気ケース起動したのか？本当に危機的な状況だよね。誰か侵入した？扉でかいな。6.2だ。発信関係ないか。戦ってた？運営側として許されるの？もう解除してるじゃん。ラインウエストだよね。証拠品多すぎない？なんか儀式関係ある？ここもう興味津々で探索しまくってるじゃん。疲れるんだけど。目の前が真っ暗だった。もう何も見たくないと目すらつぶった。そのエマの耳に少女たちの悲鳴が届く。これはもう処刑始まってる？これは一体どういうことなの？待て、これ大丈夫か？なのかか？黒目なのか死んでないか？一体何が？今戸惑い目を見開く。ちょっと待って。何で死んでる？投資家？何で殺されてる？エマの目の前に現れたのはナノカの死体だった。あ、何で死んだんだ？ナノカちゃん。エマは呆然と処刑台の上で死んでいるナノカを見つめる。頭は追いつかないがナノカの言葉が脳裏をよぎった。桜庭エマ、あなたはお人よしね。こいつ自覚なく殺した？エマ何なんだ？やっぱ二重人格だよね。魔法なんだ？二重人格で勝手に動いてる。分かった。あなたに背中を預けるわ。ただ勘違いしないでほしい。これは取引。取引？私はあなたを利用する。だから何かあったらあなたも私を利用して。ナノカを思い、頬を伝う涙が熱い。ナノカちゃんは殺された。ここで僕が処刑されるわけにはいかない。殺された？自分が殺したんじゃないの？僕は魔女にならない。今度こそ本物の魔女を見つけるんだ。エマはきっと極長を睨んだ。極長、裁判の申請をします。エマじゃないの？なんだこれ？何が起きてんだ？ナノカについて検証するんでしょ？ナノカちゃんは殺されている。これは殺人事件だ。その裁判を執り行わないといけない。回避したんだ。ナノカ死んだの？裁判所を出てエマは詰めていた息を大きく吐き出す。隣にはココがげんなりした表情を浮かべていた。マジビビった。なんでナノカが死んで出てきたのかもうわけわかんねえし。まあでもエマッチにとってはありがたい展開だよな。首の皮一枚繋がってよかったじゃん。あんな一瞬で投資すんの？これお互いの死体について検証するのか？ナノカが地下行った段階で何かあったのか？ナノカちゃんが殺されててよかったわけなんて。別の事件だよね。でも確かに僕は自分が生き延びるためにナノカちゃんの死を利用した。処刑台からナノカの死体が出てきたことでエマは必死になって極長を解き伏せた。自分は重要な証人である。ナノカの事件の真相が明らかになる前に処刑は行うべきではないと。結果極長は再び魔女裁判を行うことをしぶしぶ承諾し、短時間の捜査も許された。次の裁判まで捜査に許された時間はたった1時間。僕に残された時間はあまりにも少ない。処刑されなくてもこのままじゃ僕は。すごいな。議論覆ると思わないよな。理論中に新しい死体が見つかるってやばいな。この中に闇が膨らんでいく感覚でエマはひどいめまいに襲われていた。マッチ今にもぶっ倒れそうじゃん。そんなんで捜査なんてできるん？無理でもやらなきゃ。はあ、マッチに張り切られると付き合う私も疲れるんですが、ついてこなくていいとは言えないよね。コと行動を共にしているのには理由があった。今回は特例ということで、極長から色々条件を出されてしまったのだ。死体の証拠保全のために、二人は裁判所に残ってほしいということ。エマが捜査に出る場合は、誰かと一緒に行動すること。少女たちは気まずい空気の中でざっと話し合い、証拠保全のためにその場に残るのはマーゴとベルル。エマに同行するのはここということになった。監視についていってもらったらよかったんじゃないの？時間がないし、すぐに捜査を始めよう。早足で歩き出したエマに、ここはだるそうについていく。さあ、もしエマッチが逃げたら、私は容赦なく極長に知らせっからな。ココちゃんはアリサちゃんの殺害の犯人。そしてきっとナノカちゃんを殺したのも僕だと思ってるんだろうな。うん、それでいいよ。エマが首だけ振り向かせて口にすると、気まずそうに視線をそらされてしまった。もう僕には誰にも。皆がエマから背を向け一人ぼっちされると予感した時から、エマがどうやって犯人じゃないって風に進めるんだ。やっぱり自殺だったって路線に行けんの？エマの中に何かがうごめいている。エマは強く首を振って懸命にこう中へ宿らせた光をたどる。これまで紡いできた少女たちとの絆を確認する。僕は一人じゃない。深呼吸をすると意識がはっきりしてきて、しっかりと前を見せることができた。エマは今度こそ力強く操された足を踏み出す。裁判所ウンディーヌのしかないでしょ。裁判所状態みたいな。エマは殺人現場である裁判所へと戻り、ナノカの死体を調べることでした。調べないと始まらないよね。先ほどエマが処刑されるはずだった場所にはナノカの死体が横たわっている。ナノカちゃんは殺されたのかしら。パッと見じゃわからないわね。どういう状態なの？後ろの貼り付けは倒れてる。何されたんだ？外傷ないの？ナノカさんまでなんでこんなことがいつまで続くんでしょうか。部屋から出られなくて凍死した？全員が死ぬまでじゃねえの。私は死ぬ気ねえけど、絶対最後まで生き残ってやるんだから。少し遠巻きに話し合ってる少女たちを横目に、エマはナノカの死体へと近づいていく。銃はどこに置いた？マーゴちゃんの言った通り、目立った外傷もないし、死因がわからない。なんで口から血出てんの？少し表面が凍っている。凍死？ありえない。まだ何も確証が持てない。
もっとちゃんと調べてみよう。放らされた短時間で。何度目だとしても慣れるはずもなく、エマは抵抗感で手を震わせながら何かの死体をつぶさに調べていく。さっきまで冷凍室にいたから濡れてもいなくて凍ってるよね。他3人の少女たちは寄り合って、ただエマの行動を見守っていた。エマを手伝うべきなのか、疑うべきなのか、揺れている表情だった。そんな中、意を決した表情のメルルが一歩踏み出し、エマの傍らに立った。エマさん、私も手伝います。メルルちゃん、ありがとう。エマがお礼を口にするとメルルが泣きそうな表情になる。お礼なんて言わないでください。私は臆病で泣き虫で、だから自分のことが大嫌いです。メルルの手がそっとエマの膝に当てられた。先ほど処刑されそうになって看守に拘束された時、暴れて怪我をしていたらしい。怪我してたんだ。気づかなかった。膝がじんわりと暖かくなって擦り傷が消えていく。エマは光を放つメルルの手をぎゅっと握りしめ微笑んだ。メルルちゃんは初めて会った時もこうやって怪我を治してくれた。裁判でもずっとサポートしてくれて、いつも僕はメルルちゃんに救われてたよ。自分を責めないで。メルルは唇を噛み、今にも泣き出しそうなのを書いている。メルルの手のぬくもりがエマの心を強くしてくれる気がした。私が調べたところ、ナノカさんの死因はやっぱりわかりません。口からなんか出してるな。口の中を怪我しているようですが、これで死んだようには見えませんし。なんで吐血してるんだ。そうだね。不可解なところは多いけど、どうして死んだのかはわからない。銃がどこにある。そして何かの死体を調べるうちにポケットの中に小さく畳んだ紙切れを見つけた。これはメモには1楽9231という数字の羅列が走り書きしてあった。あ、謎が増えたんだけど、あれだけで完結しないんだ。それパスワードだよね。原子で電気椅子のパスワードを見た。暗号？もしかして犯人を示すもの？考えてもわからなかったが、とりあえず手がかりになりそうだったので拾っておく。これは、ちょっとだけ指先に血がついてる。何かの指先に傷はなかったが、かすかな血痕が付着していた。何したんだ。なんだろう、これ。その後もしばらく調べてみたが、他には何も見つけられなかった。ちょっと気になるところがあって、他の場所を調べに行くよ。エマが声をかけると、ココが嫌そうに歩み寄ってきた。んじゃ、私がエマッチに同行するってことで。ええ、私たちはここに残るわ。エマちゃん、ふとマーゴに呼びかけられ、エマははっと彼女の顔を見つめる。あなたにとってきっとこれが最後の裁判になるわ。誰も死なせない。みんなで牢屋敷を脱出する。あなたはそう言ったわね。お手並み拝見させてちょうだい。あれで煽るかのように挑戦的な眼差しで、マーゴは悠然と微笑んだ。試してる。殺したの？これどっちも死んだの？意味わかんないんだけど。ゲストハウスウンディーの間に隠されたエレベーター経由し、時間差で死んでるよね、明らかに。アリサまだ生きてた？いや、でも睡眠薬飲んだでしょ。投資、火の魔法を使えば、冷凍室でも過ごせるようなもんだけど、睡眠薬飲んでたから寝てたでしょ。何かあったのか？アリサと何か遭遇した？電気椅子パスコード。アリサ見つけたのか？何が起きた？何かアリサ見てるよね、冷凍室行った段階で。発見するよね。電気椅子起動したのか？なんでパスコードなんか伝えてるんだ？LINE メッセージ。やっぱ薬、睡眠薬じゃないのか？ゲストハウスウンディーの前に隠されたエレベーター経由し、エマがここと共にやってきたのは、秘密の地下施設だった。なんここ、寒い。扉閉まらないようにしておいて、ココちゃん。鍵がかかって閉じ込められちゃうから。閉じ込められるんだよね。で、投資したんだよね。何か投資したんじゃない？これなんで血吐いてる？エマも昨夜見つけたばかりで声にとって初めて来る場所だ。ここは辺りの冷気と加えて少しの恐怖を感じて、ガクガクと震えながら物珍しそうに周囲を見渡している。こんな場所あったんだ。ここでエマッチが処刑台を操作してアリサを殺したってわけか。僕はエマは反論しかけてすぐに押し止める。今僕がアリサちゃんを殺してないって主張しても信じてもらえる材料がない。残された時間で有効な手がかりを見つけないと。室内をスマホで撮影してからエマは息をつく。そんなエマの横で手持ち無沙汰にしていたここは手近にあった操作盤に目を向けた。何これ？それが獄長が言ってた操作盤だよ。昨日の夜はゆっくり観察する余裕がなかったけど、これで処刑台を入れ替えているんだ。エマは操作盤を改めて調べていく。獄長の話では昨日の夜これを僕がいじったから処刑台が下がった。処刑台のユニットを入れ替える操作や扉の開閉もできるみたいだけど、改めて見ても詳しい使い方はわからないや。図らずも自分がアリサに手を下してしまった可能性を考えてエマは青ざめる。今は考えたらダメだ。時間も残されていない。すぐに振り切ってなんとか心を平穏に保った。あれ？でもおかしいな。エマは昨日この場所に訪れた記憶を思い出す。アリサ眠るよね。24時間昏睡でしょ。このままだと他殺になるから耐え続けてとかそんなわけないもんね。ナノカがアリサを殺して自分も死んだことはないよな。あの時確か操作盤は落として割っちゃったような。誰かが来て新品と交換したのかな。新品と交換した？いろいろ情報あるんだけどかな。なあエマッチ、もういい？奥の扉も鍵がかかって開かないみたいだしさ。
さっさと出ないと寒すぎて死ぬ。ナノカが直したのか。でも、ナノカの死体のポケットが出てきたメモ。169231と数字の羅列が走り書きされている。電気椅子のパスコードをなぜ書いた？排除したの？電気椅子使われたことになるのか。ナノカの死体写真。裁判所の処刑台の上で見つかった。体の表面が少しだけ凍っている。致命傷となるような大きな外傷は見られない。口の中の上顎部分を刃物で傷つけられたような形跡があり、口から血が漏れている。刃物で傷つけられた？自分でやった？また指先にも血がついてる。謎しかないんだけど。操作版。昨日エマが落として壊したはずだが新しくなっていた。ナノカが直したんじゃないかな。ごめん、もう少し待って。まさか私をここで投資させる気な。睡眠薬飲んだけど、魔女化進行してたから、なかなか寝なかったんじゃないか。まだ死んでなかったんじゃないか。死因なんだ？オーバードーズだよ。魔女だから、そんなにすぐ眠れなかったんじゃないか。ナノカが来るまで起きてたんじゃないか。もうあがいても仕方なくね。うつくさ文句を言いつつも、ここはエマの後ろについてくる。エマは焦っていった。差し迫る時間、それに対して何も有効な手がかりを得られていない。どうしよう。このままじゃ僕が処刑に。でも薬の瓶割るほどだから本当に危機的な状況だよね。それだったらもうすぐ眠るよね。耐えるわけないよな。パニックになるな。冷静に落ち着いて考えないと。寒さも思考力を奪っている。エマはポケットに手を入れて万年筆に触れた。すると不思議なことにエマの体はほんの少し温かさを取り戻した。驚きから万年筆を取り出して眺める。僕のことを守ってくれてるの？一度目を閉じて深呼吸してから目を開く。それから操作室を見回してみると、昨晩と違う箇所に気づいた。通気口が開いてる。通気口が開いてる？通気口の蓋が外れて下に落ちてる。誰か侵入した？何のための通気口なんだ？近くで確認すると蓋の留め具が破壊されており、破壊した銃弾が残ってる。なぜ破壊した？銃弾？これ、まさかナノカちゃんが？入ってから破壊したのか？中を覗くと人一人ギリギリ通れそうな幅があった。ここから中に入れそう。まさかエマッチ、行く気じゃないよな。冷凍室入るために開けたのか？入ってみよう。マジか。エマはごくりと喉を鳴らし、四つん這いになって通気口の中へと突入した。冷凍室入ったんだ。エマとココがたどり着いた先は広大な冷凍室だった。魔女の慣れ果てとなった者たちが氷漬けにされて保管されている。特徴に聞いていた通りだ。ここは扉でかいな。魔女たちが眠る場所。寒すぎ。無理。冷凍室の中はあまりに寒く、じっとしているだけで凍りついてしまいそうだ。エマとココは広い室内を手分けして操作に当たることにした。なんかここの部屋、私見たことある気がすんだけど。6で見た。いざ操作を始めようとした矢先、ココが首をかしげてつぶやいた。あ、そうだ。今朝の夢の中で見たんだ。夢の中？ココちゃん、それってどういう？夢？能力ではないよね。声をかけた時にはすでにココの姿は物陰の向こうに消えていた。この冷凍室内で誰かココの、いや、配信してないよな。発信関係ないか。僕も急いで調査しないと。エマは切り替えて目を凝らし、室内を調べていったこれって。ナノカが発砲したのだろうか。境界に弾痕が残っているのを見つけた。発砲の衝撃だろうか。周辺には氷が散らばっている。ナノカとりあえず発砲して解決しようとするんだな。そしてそのすぐ傍らには、ナノカがいつも持ち歩いていた銃が冷凍室に落ちていた。自分に商談した？ナノカちゃんの銃。やっぱりさっきの弾痕はナノカちゃんが撃ったもの？わからないけど、やっぱりここで何かあったんだ。おーいエマッチ、こっち来て。なんかすっげえもん見つけた。アリサ暴れてた。魔女化進行して慣れ果てになって戦ってた。ココに呼ばれてエマが駆けつけると、そこには巨大な金庫があった。これココちゃんが開けたの？開けられるの知らないけど、これもしエマが犯人じゃなかったら、特徴を間違えて殺すことになるよね。それ運営側として許されるの？いや、最初から開いてた。金庫、それか？そうなんだ。あ、数字を入力するところ血がついてる。怪我をした人が開けたのかな。金庫のパスコード、これか。なんで怪我してんの？冗談か？でもそんな形跡、口でなんでこのパスコードを教えた？もう解除してるじゃん。なんで教えたの？金庫はすでに開かれた後で、中には不可解なものがたくさん入っていた。何かの薬品らしき透明な液体の入った瓶が数本と、あれじゃない？透明な液体、金庫の中に入った液体、弾痕、地下の冷凍室で見つかった弾痕、氷管に打ち込まれており、周囲に小さな氷の破片が散らばっている。一発分の弾痕が残ってる。ナノカの銃、冷凍室で見つかったナノカの持っていた銃。最大装填数は6発で残された弾は3発。3発撃ったのか。過去牢屋敷で存在した少女が魔法で制作したもの。日付が変わるたびに一発分の弾丸が自動装填される。通気口で一発撃ってる。境界に一発撃ってる。最後の一発どこに撃った？死体が2つあるよ。やばいよ、この事件。これ絶対トレデキムでしょ。そもそもなんで電気椅子が不具合を起こしてんの？エマとかナノカよりも先に誰か入ってんじゃないのか。169231も見つけた誰か。あのメモ、エマだけじゃなくて他の人も気づけるような。透明な液体。アリサ、投資よりもこの薬を飲まされて先に死んだ？ナノカ何がしたかったんだ？なんでここで投資したんだ？厳かな雰囲気を醸す剣。そして本物の拳銃。さらには大量のレポートも入っていた。金庫の中に入ってたっつうことは、かなり重要なものっぽいよな。でもこれ、ナノカにしか開けられないよね。原子で開けられるから。私には何が何だかわかんねえけど。一つ一つじっくり検討してる暇はないけど、きっとこの牢屋敷にとって大切なものだと思う。金庫が開いていたのは、ナノカちゃんが開けた？ナノカちゃんは牢屋敷の秘密を覗き見たから、
殺されたのかも。殺された誰かにパスコードだけ伝える意味わかんないよな。開けた後にパスコード伝えても意味ないよな。とうとう牢屋敷の大きな秘密に迫ってる気がしてエマは身を震わせた。パスコードなんか意味あるな。ダイイングエッジだよね。だって証拠品多すぎない？刃物で傷つけられた。自分で血つけた。美しい装飾が施された金庫の中に入ってた剣。リレー剣これ。なんで剣？なんか儀式関係ある？人形に剣刺さってなかった。拳銃。金庫の中に入っていた拳銃。装填数は6発で使われた形跡はない。使われた形跡もないのになんで拳銃が出てくるんだ？これ証拠品として何に使われるんだ？資料。島の外との屋敷との物品のやり取りや収監された少女たちの情報が書かれた大量の資料。エマたち全員のプロフィールや顔写真も載っている。読み解くには時間かかりそうだ。めちゃくちゃ重要な資料じゃん。なのか資料を見て自殺した？きっと僕らは真相にたどり着ける。エマがそんなことを考えているといつの間にかいなくなっていたココの声が遠くから聞こえた。エマッチー、こっち来てココもう興味津々で探索しまくってるじゃん。どうしたの？いいから早く来てよ。これ、やばー。これナノカが全部見つけたのか？エマが小走りでココの声がする方へと向かう。エマを出迎えたのは巨大な門だった。大きい。巨人でも通るのかな？いや、やめてよ。そんな化け物いるなんてありえないんだけど。ココはその顔に恐怖を見え隠れさせつつ、眼前の巨大な扉へと近づいた。エマッチ、こっから中が見える。扉の下部に小さな覗き窓を見つめ、ココがその場にかかんで興奮気味に声を上げた。エマも駆け寄って中を覗くと、そこには物々しい処刑台が見えた。処刑台。地上で処刑された魔女は、地下へ送られてここを通るのかな？じゃあ処刑台、ここにナノカ入ったんだよね。アリサもここにいたんだよね。ナノカも処刑台にどうやって入った？パスコードで開けた？これナノカ入ったんでしょ？こんな悪趣味な施設、誰が作ったんだろう。これまでの処刑を見てても、本当に最低だった。老女たちの精神を極限まで追い詰めるためだけに作られた装置と屋敷。その処刑台を長く直視できず、エマはすぐに立ち上がった。これどうやってもこっからは入れないわ。パスコード？ココはしばらく覗き窓から両腕をねじ込もうとしていたが諦めて立ち上がる。それはどう人がどうあっても出入りできない程度の大きさのようだった。子供でも通れなさそうだな。猫とか小動物ぐらいなら通れっかも。ココちゃんの言う通り、この覗き窓を人が通ることは難しそうだ。どうやって入ったの？そもそもこの門、どうやって開けるんだろう。上のレバー。さっきみたいな操作盤はなさそうだし、簡単には開かないんじゃね？覗き窓のついた開かない巨大な門か。あ、どこ？この部屋にあるのは巨大な門。地下冷凍室の奥にあった大きな扉。人の力で開けることは不可能。下部に小さな覗き窓がついており、中を覗くと処刑台が見える。覗き窓は小さく小動物でもないと通れない。誰も通れないの？パスコードで開けられないの？あれなんかは重要そうな証拠じゃね？っていうか、ナノカとあるさ、違う処刑台なんだよね。液体窒素。処刑された魔女を凍らせるのに使うのかな？この液体窒素にナノカは急速に冷凍されたの。サブー。他には何もなさそう？僕は白い息を吐きつつ、エマに尋ねる。そうだね。他に繋がる通路とかはなさそうだけど、この部屋自体は広いけど、地下にはこれ以上の先はないみたい。だとしたら、ナノカちゃんはどうやって地下から処刑台側へ抜け出したんだろう。あの門が開いたのかな？じゃあ門の先行ったんだね。限界。もう無理、私戻る。液体窒素、マイナス196度の液体、価格式は N2。酸欠や凍傷を引き起こすため取り扱いには注意が必要。液体窒素、なのか自殺した？なのか自殺してメモだけ残した。でもその後処刑台にどうやって入るの？寒さで青ざめたここがわめき、通気口の端へと走っていく。トリックの規模やばいな。限界だったのはエマも一緒で、通気口の方へと向かった。その途中、視界の端に映ったものが気にかかった。ちょっと待って、ココちゃん。気になるものが。誰果てか？エマッチしつこすぎてキモいわ。逃げ腰のココを半ば引きずってエマは壁際まで走った。その目立つ箱の中には、斧や消火器、救急用具や裁縫道具などが入っていた。何かに使えたりするのかな？たくさん証拠品を入手できた。後でしっかり魔女図鑑を確認しておこう。手に入りすぎでしょ。レスキューボックス。消火栓や防災グッズが保管されている箱。扉を破るための斧や救急箱、裁縫道具などが入っている。扉を破るため。でもあの扉のことじゃないよね。なんだレスキューボックス。謎しかないんだけど。残された時間内で周辺を捜索していると、いつもの鐘の音が聞こえてエマたちは裁判所へと戻った。ナノカの死体はアリサ同様に片付けられていた。一つのチャプターで二つの事件扱ってるよ。エマ、ココ、マーゴ、メルルの4人は静かに証言台に立つ。まさか一日で2度目の裁判なんですね。いや、疲れるんだけど。さっさと終わらせようぜ。私もうヘトヘト。エマさん。メルルの瞳が不安そうに揺れているのを見て、エマはしっかりと頷く。大丈夫だよ、メルルちゃん。僕はやれるだけのことはやった。きっとこれが僕にとって最後の裁判になる。最後の裁判なの？必ず魔女を見つけてみせるから。それでは魔女裁判開廷です。犯人いるのか？僕がアリサちゃんを殺したっていう投票結果は今もそのままだ。それ覆せるの？ナノカちゃんの事件の議論を通してアリサちゃんの死の状況を覆さないと
僕は処刑されちゃう。そんなこと本当にできるかはわからないけど、でも僕を信じてくれたナノカちゃんのためにも情報を集めるんだ。つうかどうせ今回もエマッチが犯人なんじゃねえの？僕はやってないよ。僕が犯人だって言うなら証明してみてよ、ココちゃん。それは証明できないね。確かにエマちゃんとは別の犯人の可能性だってあるわ。だからまずは話し合いましょう。今まで通りね。エマさん。まずは死体の状況について話しましょう。ナノカちゃんの死体は処刑台が地下から上がったタイミングで見つかったわ。ということはそれまでナノカちゃんの死体は地下で凍っていたわけよね。アリサちゃんと同じように。液体窒素。つまりアリサちゃんとナノカちゃんを殺した犯人は同一犯。違うかしらエマちゃん。少なくとも僕はナノカちゃんを殺してないよ。僕は朝ナノカちゃんが地下に入っていくのを見てるんだ。最後に見たのは僕だろうし、僕が容疑者として疑われるのは仕方ないけど、でも僕はナノカちゃんを殺してなんてない。仮にエマちゃんが言ってることが正しいとしても疑問はいくつか残るわね。ナノカちゃんの体には傷一つなかったわ。単純な殺害とは思えないわね。そうですね。ナノカさんがどうやって死んだのかは分かりませんが、自殺じゃない。死体に傷が残っていないなら凍死か窒息死か、そのあたりが疑わしいとは思います。いや、少なくともナノカちゃんが凍死したことはありえないよ。え？僕と別れてからせいぜい数時間程度、それだけで自然に凍死するとは思えない。液体窒素使ったよ。誰が殺したってんだよ。表面だけ。それはまだわからないけど、でも僕じゃない。エマッチが殺してきたなら全部辻褄は合うじゃん。やっぱエマッチが殺したんだろ。どうしてナノカちゃんが死んでしまったのか、それを明らかにするためにも僕は諦めない。エマが犯人じゃないとすると、ゲストハウス前ずっと見張ってたから誰も入ってないんだよね。ずっと待ってたらナノカが起動させたから裁判所に死体が見つかって、その間誰も入ってないから入り口がないんだよね。3人は裁判所にいるんだよね。絶対入れないからナノカを殺すこと不可能だよ。ナノカがアリサを殺して自殺したんじゃないかな。ナノカちゃんの死体に残った違和感、それを指摘するんだ。いいか？ナノカちゃんの体傷はあったよ。刃物で傷つけられたような形跡がある。傷あるよね。一番上か。ちょっと待って、ナノカちゃんの体に傷は残っていたはずだよ。あらそうだったかしら。その傷があった場所は口の中。何で傷をついたんだ？ナノカちゃんは口から血を流していた。これは明らかに体にできた傷って言えるよね。そういえばそうだったわね。あの血は上顎の内側にできた傷から出血していたみたい。つまり吐血だとか内臓の傷とかではなかったということね。でも別にそれが原因で死んだわけじゃないっしょ。そんなちっちゃい傷でさ。そうですね。出血量としては微々たるもので、命を奪うほどのものではないと思います。エマちゃん、今そんなことが重要なのかしら。重要かどうかは正直言ってわかんないけど、でもこのまま黙ってナノカちゃんを殺した犯人だと思われるわけにはいかない。もちろん重要だよ。そう？じゃあエマちゃんがそこまで言うなら、あの傷はどうやってつけられたのか教えてもらえるかしら。どうやってつけたんだろうね。正直こんな些細な傷が重要とは思えないんだけど、エマちゃんの気が済むまで付き合ってあげるわ。銃で傷つけた。ナノカちゃんの口の中のあ、傷、口の中。あれが重要だというなら、あの傷はどうやってつけられたのかしら。たとえ口の中とはいえ、それを傷つけるような刃物は見つかっていないわ。当然エマちゃんにはそれが説明できるのよね。それはガラス。もし何らかの凶器があったのだとしたら、犯人が持ち帰ったのでしょうか。ガラスじゃないのか。身体検査でもしましょうか。そんなもの見つかってないのだし。セキュリティボックスの斧とか金庫の中の剣なんかは刃物だ古着かけど、あれは刃物部分がでかすぎるから関係ないよな。あ、そうだよね。つまりエマちゃんの推理は最初から全く成立していないということよ。考えるべきなのは何で傷つけたかだと思うけどね。まずはそれをつけた方法を探るんだ。些細な傷でもそこからナノカちゃんの死の真相にたどり着いてみせる。ありえない前提で話すんじゃって、そうやって傷つけたから話すんだよ。あの傷をつけられそうなもの、本当にどこにもなかったのかな。もし何らかの凶器が。犯人は爪を使った。爪ありえるな。でもアリサと接触できるのか。血ついてないもんね。進行もしていない。刃物で傷つけられたよな後だよね。犯人はナイフを持ち去った。剣の際どうなってんの？何もないよね。レスキュー、斧。いや無理だな。裁縫道具入ってるな。犯人は拳銃を持ち去った。それは知らない。身体検査でもし。見つかってない凶器が存在した。見つかってない凶器が存在する。いや、凶器はあったはずだよ。裁縫道具か。でも
実際処刑台にそんな刃物はなかったじゃない。凶器はどこに行ったっていうの？刺し傷。いや、待てよ。弾痕。氷の破片が散らばってる。溶けたか。液体シストで凍らせるのもできるけど、あ、でも脆くなるか。氷の破片に傷つけた。証拠が消える。それは、消えてしまった。消えてしまったんだと思う。消えるってどうやってだよ。煙みたいに消えたってのか？そうだよ。ココちゃんも地下で見たんじゃないかな。何を？ナノカちゃんが口の中に傷をつけるために使って、そして消えてしまった凶器。それは、氷。きっとあの傷は、氷でつけられたんだ。いや、証拠品多すぎるよ。氷ですって？冷凍室には氷が砕かれた跡があって、周囲には小さな破片もたくさん散らばっていた。つららみたく尖った破片なら、傷を作ることは簡単なはずだよ。確かにそれなら成立するかもしれないわ。でもエマちゃん、それがこの事件にどう関わってくるのかしら。氷が関わってくる理由、それは氷がかかってくる理由、死因だよね。ナノカちゃんは口の中を傷つけられていた。だとしたらナノカちゃんはそれで死んだ。これ間違ったかも。いや、そんな小さな傷で死んじゃうとも思えないし、仮にそこから毒物やウイルスなんかを注入されたりしてても、今調べる方法はないかも。発想怖いな。もう一度考えてみよう。殺害現場どこで死んだかも気になるけど、殺害現場地下にはナノカちゃんの銃があったんだ。僕とココちゃんもそれを確認してるよ。確かにあったけど。氷と何がかかってくる？そしてナノカちゃんの死体は地下の氷で傷つけられた可能性を示した。ナノカちゃんのものが地下にあったものがナノカちゃんの体に。何言ってんだ。2つもあったら偶然じゃない。ナノカちゃんが殺されたのは地下の冷凍室だったんだ。それは幸いだよね。地下の冷凍室で殺されたってことをでするのが大事なのか？ちょっといいかしら。でもエマちゃんの推理には大きな問題があるの。大きな問題？さっきエマちゃんはこう言ったわよね。氷は溶ける？アリサちゃんの死体が発見されるまでナノカちゃんは地下にいた。ナノカちゃんは8時に地下へ向かったんだ。そして10時まで僕は入り口を見張ってたんだ。でもね、エマちゃん、その証言には私の知っている話と矛盾が出てくるのよ。処刑台が昇降されたタイミング？あの処刑台に地下から侵入することはできないの。どういうこと？さっき極長に確認しておいたのだけどね、地下には処刑台の搬入口があるみたいなんだけど、それは極長ですら自由に開けられないらしいの。エマ以外に入れる人がいない。極長ですら開けられない入り口？何でも電子制御で開ける扉で、人力では開けられないぐらいに大きいらしいわ。当然昨日から今日にかけてその扉が開けられた記録はないみたいだし、もし開けられた場合、牢屋敷全体に響くほどの大きな振動が起こるから誰にでもわかるらしいわ。処刑台の搬入口、あの地下にあった巨大な門かな。そうだね。あの門、処刑が行われた時に開かれてたのかな。それで処刑の後は大きな振動が。開ける時には大きな音が鳴るため、今回の事件で開いた形跡はない。エマが殺されそうなタイミングで処刑台動いてナノカが運ばれた？そしてもう一つ重要な点があるの。エマちゃんが見張っていたのは10時までだったわね。でもね、アリサちゃんの死体はその時間に処刑台で見つかったの。そしてそれ以後、処刑台には誰かしらの人がいた。つまりナノカちゃんは処刑台に侵入するルートがないのよ。エマ以外いない。それはエマちゃんの証言が正しければ、ナノカちゃんは地下に入った。けれど地下から処刑台へは行けないし、唯一の道である裁判所は塞がれていたのよ。どういうこと？ナノカちゃんはどうやって処刑台に移動したの？移動したのじゃなく方法があるんだよね。でもナノカちゃんは確かに地下にいたはず。僕はそれを見送って。どうやって処刑台に移動したの？エマちゃんの証言は成立しない。だからエマちゃんは嘘をついていることになるわ。そんな。もし違うと言うなら説明してちょうだい。納得がいくように。処刑台ね。エマちゃんの証言は成立しないわ。処刑台には侵入できる経路がない。ある意味密室だったの。密室だね。だからエマちゃんの言ってることは全部嘘になるわ。そもそもさっきからエマッチが言ってる違和感とかさ、死体にあった口の傷なんて大した問題じゃないっしょ。なのかもエマッチがアリサみたく処刑台から地下に送って投資させたんじゃねえの。他に辻褄が合わないようなこともないんだし、やっぱエマッチが犯人確定でよくない？でも地下にはナノカちゃんの銃があったし、ナノカちゃんはあそこにいたはずだよ。銃なんて殺した後に置くことだってできるじゃん。エマッチが見間違いでもしてたなら別だけどさ。エマさんが嘘をつくなんて、そんなことは。どうかしらね。罪を認めたくなくて必死にも見える。やばい、追い詰められてる。ねえエマちゃん、この議論
これ以上続ける必要はあるのかしら。犯人と同じ立場になってる。確かに僕の証言は証拠と矛盾してる。このままじゃ誰も話を聞いてくれなくなって僕が投票されちゃうかも。でもナノカちゃんは地下にいたはずだ。地下では何か事件が起こったはず。この際小さなほころびでも傷でも何でもいい、議論を続けるために矛盾を指摘するんだ。何を指摘するの？本当に誰も入れないの？本当に地下から処刑台には入れないのかな。牧長とか管理者とか誰か入れるんじゃ。ではそれについては私から説明します。確定な情報だな。牧長、処刑台ユニットは安全のため、処刑された魔女が出られないよう地下に隔離するためにあるのです。処刑台と地下を行き来するには地下の門を開ける必要があります。ですが裁判を経た処刑時以内、あの門を開くには様々な承認が必要でして、私はもちろんこの島にいる者だけでは自由に開けられないようになっているのです。処刑の竹だけしか開かないの？仮に承認を経て開けられたとしても、その時には大きな振動がこの牢屋敷全体を襲います。アリサを動かした時大きな音鳴ってるよね。どうにかして開けたとしても誰かしらが振動に気づくでしょうし、そもそも開けられた記録も残っていません。地下の門が最後に開いたのは立花シェリーさんの処刑時が最後。それ以後一度も開いていないのは私が保証しますよ。あの門は開いていない。ならナノカちゃんはやっぱり地下を通っていない。記録が残ってないって言ってたけどさ、他の扉は？途中にあった扉は開いた記録って残ってないの？ねえ、記録が残っているのは地下の門と処刑台の上下記録だけです。つっかえな。牧長が嘘をついている可能性はあるけど、だとしてもそれを否定する根拠もないかな。嘘はついてないでしょ。どうエマちゃん、分かってくれた？もう議論の意味ないしな。嘘ついてたらエマち嘘じゃない、証明できない。つじつま弾丸の数が合わない。いや、弾丸の数合わないね。この問題をまず解決しないと。ちょっと待ってみんな。地下にはまだ検証すべき問題が残っていると思うよ。ゃん、あらそれは何かしら。それは弾丸の数だよ。この銃もかつて牢屋敷に囚われた人が魔法で制作し隠していたことを見て、ここに捕まってすぐ回収した。総点数は6発、1日1発自動で弾が回復する魔法の銃よ。地下で見つかったナノカちゃんの銃には3発使用された形跡があった。でも撃たれた弾は2発しか見つかってないんだ。あと一発どこだ？通気口の蓋に1発、冷凍室の氷に残された弾痕に1発。なら残り1発はどこに行ったのかな。でもどっか他のとこで撃ってきたのかもしれないじゃん。それ言い出したら終わりだよな。それに地下で見つかった2発の弾丸だってナノカちゃんの銃から撃たれたものかどうかはわからないわ。もしかするとずっと昔に撃たれていた弾が残ってただけかもしれないしね。ナノカちゃんが地下に入るとき銃を持っていたのを僕は見ている。6発の弾のうち3発がなくなっていて、うち2発が見つかった。なら残り1発も撃たれた可能性が高いはずだ。残り1発の銃弾を撃った人、それは最初から一発少なかっただったらもう自分の首絞めてる別の人物なのかじゃないの？最後の1発はナノカちゃんが犯人に対して反撃した1発なのかも。犯人いるの？あれ？でもあの通気口、あの銃を持ったまま通るのは無理じゃないかな。通気口を通らなかったら蓋を打って壊す必要がないし、ってことは通気口を通ったナノカちゃんはその先で銃を持っていなかったはず。最後の1発をナノカちゃんが撃ったとは考えにくいかも。考えられる可能性はあ、別の人物いんの？あの部屋の通気口の蓋には銃弾の跡があったんだ。多分あれはナノカちゃんが奥の冷凍室に入るために撃って壊した跡なんだと思う。私たちも同じルート通ったしな。でも多分ナノカちゃんは銃をそこに置いていったんだと思うよ。だって通気口は人一人通るぐらいで精一杯な狭さだったから。確かにそうだったけど、アリサとナノカイがあそこにいたの？誰も入れないでしょ。でも冷凍室にはもう一発撃った跡がなかったっけ？ナノカの銃も落ちてたし、あれは誰が撃った跡だってのさ。だからあれはちゃんと捜査室の扉を開けて冷凍室の中にナノカちゃんの銃を持ち込んだもう一人の人物が撃ったんじゃないかな。ナノカに向けて撃った？ちゃんと冷凍室の扉を開けて。もう一人、あそこに誰かいたっての？どうやって戻ってくるんだ？もしかしてアリサの死体と一緒に裁判所に戻ってきて、その後第一発見者のマーゴを見つけたってこと？ゲストハウスからじゃなくて裁判所から入った。ちょっと待ってエマちゃん、仮にそこに別の人物がいたとして地下の扉を開けることなんてできるのかしら。エマちゃんもココちゃんもそしてナノカちゃんも開けられなかった扉なのよね。いや開けられると思うよ。パスコード？そんなやついるん？そこにいたのはきっと
この人だよ。黒幕いるの？極長ありえない。黒幕いるの？そこにいたのがこの牢屋敷を用意した黒幕なら地下の扉だって自由に出入りできるはずだよ。なんで関わってきてんの？黒幕殺し屋に参加しないでしょ。少なくとも地下室には通気口を通った人物と銃を持って扉を通った人物の2人がいたはずなんだ。そしておそらく銃で蓋を壊して通気口を通ったのがナノカちゃんの方だと思う。ナノカちゃんが魔法で入り方を事前に知ってたならそんな強引な方法は取らないだろうしね。あ、これどうやって銃撃ったの？だから冷凍室にナノカちゃんの銃を運んだのが黒幕の方。多分その人が冷凍室の氷に残された弾丸とどこかに撃たれた3発目の弾丸、その2発を撃ったんだよ。だとしたら最後の1発が撃ち込まれた場所は。ちょっといいかしら。あなたの言いたいことは分かったわ、エマちゃん。銃痕ないでしょ。確かにエマちゃんの言う通り、ナノカちゃんが地下で死んだのだとしたら、別の誰かが関わっている可能性が高いと思うわ。エマが一番あり得るのね。けど、それがありえないのはさっき説明したわよね。エマちゃんにはその壁が壊せるのかしら。マーゴちゃん、少しだけ僕の言葉を信じてくれたのかな。もしかしたらマーゴちゃんも弾丸の数が合わないことが気になっていたのかも。とにかく一人でも真剣に話を聞いてくれる今がチャンスだ。それに何となくだけど今ならマーゴちゃんの言う壁打ち壊せる気がする。ナノカちゃんが見つかった処刑台、そこへの唯一の入り口である裁判所には10時からずっと誰かしら2人以上がいたわ。けれどエマちゃんはその前にナノカちゃんが地下に入るのを見たと言っている。エマちゃんの話が真実だった時、そもそもナノカちゃんが処刑台に入ることもそこで死ぬこともできないのよ。でもナノカちゃんのいた処刑台は朝から地下にあったはずだよね。地上にはアリサちゃんのいた処刑台があったんだし。そうね。なら地下から処刑台に移動した可能性は考えられるんじゃないかな。地下には処刑台を覗ける覗き窓があるんだったわね。それがあるぐらいだから物理的な距離で言うなら地下と処刑台の距離は短かったと思うわ。でもその間を通ることはできたのかしらねえココちゃん。無理無理。パスコード？通路なんてなかったって。もちろん隠し通路とかも覗き窓だって絶対通れないし、あんなちっちゃい通路猫でもなきゃ通れないって。開け方わかんない。どうやってナノカが通ったってんだよ。やっぱりエマさんの推理には無理があるような。そんなわけない。ナノカちゃんが地上に出ていないことを僕が見ている。だとしたらナノカちゃんはどうやって移動したんだろう。ナノカちゃんが移動できる方法を証明しないと犯人は僕しかいなくなっちゃう。可能性を考えないと。扉開けたんじゃないの？エマちゃんの話が入れる時間帯はある。ナノカちゃんが地下の処刑台に入れる時間帯はあったんじゃないかな。でもエマちゃんの話によれば今朝までナノカちゃんは生きてたのよね。そうだけど。けれどそもそも処刑台は昨夜の21時と9時に入ってないの？9時にしか動いていない。ならエマちゃんの証言と獄長が持ってる処刑台の動作履歴は矛盾するんじゃないかしら。まあ獄長と喧嘩したいなら別に止めねえけど、別に獄長が嘘ついてる証拠もないと思うけど。それはそうかも。じゃあエマちゃんが嘘をついてる犯人。流れてる。ナノカちゃんは今朝まで生きていた。そして地下の冷凍室に入っていった。それは間違いない。じゃあナノカちゃんはどうやって地下の冷凍室から侵入不能な処刑台に入り殺されたのか。証拠の矛盾と照らし合わせて考えるんだ。エマが処刑される直前に入った。だって絶対。ナノカは猫になった。ナノカは小さくなった。獄長なら通れた。これふざけてるでしょ。今の中にある。獄長が開けた？獄長なら通れたしかないよね。獄長なら通れたんじゃないかな。エマちゃん。あ、ナノカ。いや、覗き窓通れるわけないよな。ありえないって。猫になったふざけてる。小さくなった。そんなんで覗き窓入れんの？小さくなった？ナノカちゃんが小さくならなきゃそこを通れないなら、ナノカちゃんは小さくなったんだよ。何言ってんの？はあ？どうやってだよ。ナノカの魔法は過去を見るとかなんとかの魔法だろ。ナノカが小さくなったって、どうやって小さくなったってんだよ。ツール開けるときもなんで小さくなんないの？物理的に小さくなったって言ってない。何言ってんだと。それは考えるんだ。他に道がないって言うなら、その道を通れるようにする方法を考えるしかない。これまでの調べたことや議論の中であったことを思い出すんだ。ナノカちゃんは殺されたのかしら。パッと見じゃわからないわね。マーゴちゃんの言った通り、目立った外傷もないし死因がわからない。だから冷凍室にナノカちゃんの銃を運んだのは黒幕の方。多分その人が冷凍室の氷に残された弾丸とどこかに撃たれた3発目の弾丸、その2発を撃ったんだよ。だとしたら最後の1発が撃ち込まれた場所は、もしかしてナノカちゃんは。なんだよ黙り込んで。やっぱナノカが小さくなることなんて。打ち込まれた場所？何言ってんだ。どこに打ち込んだか分かんないよね。いや、ナ
なのかちゃんは小さくされたんだ。それ前提で話する。小さくするやついる？わかんない。ああ、犯人がなのかちゃんを小さくした方法。それは魔法じゃないってこと？物理的に体の状態全然変わってないよね。他人の魔法を分割した？嘘でしょ？そんな、だってグロすぎない？分割は。分割はグロいでしょ。魔法だと何でも言えちゃうよね。他の人の魔法で小さくなったいや無理だよね他の人に小さくされたなら何も問題はなくなるはずだよ。それ言い出したらキリないよね。今のところ魔法の正体が分かっていない人はエマッチがその魔法を使えるっつん。その場合、分割した。めちゃくちゃやばいことされてる。それは分割したんだ。嘘でしょ？分割した。マジで。は？どういう意味？なのかちゃんは少しずつ移動させられた。体が細切れにされていたならあの覗き窓だって越えられるはずだよ。